こんにちは。今回から台湾旅行シリーズ。まずは台湾の航空会社スターラックス航空での往復の様子と台湾に到着した日に行ったシーリン夜市をご紹介します。コージアスタイル初めての海外旅行。ぜひ最後までご覧ください。皆さんこんにちは。コージアスタイルのムートンです。今は成田エクスプレスで成田国際空港に向かっています。今日はあいにくの曇り。成田エクスプレスは JR の特急列車で、事前にスマホアプリで予約すると割引が適用されてお得でした。東京から成田空港まではバスでも行けますが、体力を温存しながらお得に移動したい方は成田エクスプレスがおすすめです。電車の中で事前に飛行機のオンラインチェックインを済ませちゃいます。2日前に座席と機内食の予約は済ませていたので、その内容も確認しました。まもなく成田空港第2ターミナルに到着です。出発ロビーに向かいましょう。出発まであと2時間あるので余裕ですね。キャリーケースを預けにカウンターへ来ました。事前にチェックインを済ませていたので順番待ちも短く、すぐ荷物を預けられました。搭乗用のチケットもゲット。この旅行のために発行したパスポートはまだピカピカです。出国手続きと手荷物検査が終わりました。搭乗まで1時間あるので空港内を散策します。国際空港ということもあり、日本らしいお店やお土産がたくさん。ジャパンフードホールにある缶のコーヒーでちょっと休憩。コーヒーとサンドイッチをいただきます。広い店内で目の前の窓からは飛行機や滑走路が見えていい眺め。まもなく搭乗時間なので搭乗ゲートへ向かいましょう。今回予約したのはスターラックス航空のエコノミークラス。機体はエアバス A350 型です。それでは搭乗しましょう。これから約4時間の飛行です。機内はベージュを基調にしていて落ち着いた雰囲気。3列シートの窓際席を予約しました。全席モニターがついています。座席のヘッドは高さを変えられ、両サイドから頭を支えられるタイプ。熟睡できそうで嬉しい。身長160センチの私にとって席の広さはちょうどいいです。テーブルは折りたためるタイプ。上にもカップや小物を置けて足元を広くできるのでとても便利。肘掛けのボタンを押して座席を倒せます。足元にはタイプ C とグローバルコンセントがあり、空の上で充電できるのがありがたい。クッションが全席にあり、毛布も借りられます。毛布は大判で全身を覆える大きさがあって嬉しい。座席のポケットにはヘッドホンとサッシがあります。ヘッドホンはスターラックスのロゴ付き。耳周りは簡易のクッション付きで、私は耳が痛くならず快適に過ごせました。雑誌の言語は英語と中国語です。免税品も販売されています。機内では追加料金で Wi-Fi を利用できるようです。
の下にご収納ください。当您叫做时，それでは離陸です。空の上では窓のボタンで外からの光量を調整できます。景色は見たいけど眩しい時に嬉しい機能です。モニターを見てみましょう。まずは日本語を選択。映画の種類も豊富で、日本語の字幕や音声もあります。機内食や飲み物のメニューもここから確認できます。事前に予約した機内食を持ってきてくださいました。ソフトロールやデザートもあり、充実のお昼ご飯。メイン料理は2つから選べ、私は豚肩肉の担々風うどんを選びました。ピギーさんはビーフカレーとデミグラスソースのオムライスです。カトラリーは金属製。お手拭きと歯間ブラシ、塩と胡椒が入っていました。豚肩肉をいただきます。食べやすい大きさでタレとよく合います。担々風と言いつつ、全然辛くなく、味噌っぽい甘辛い味で美味しい。おうどんによく絡まります。果物はパイナップルとメロン。熟しすぎていなくてさっぱり。食べやすいです。抹茶のババロアは甘ったるくなく、生クリームとよく合います。お料理の量はちょうどよく、ほっとするお味でした。食べ終わる頃に持ってきてくださったホットコーヒー、食後にいただけて嬉しいです。食前のドリンク注文の時にオリジナルカクテルもお願いしました。台南にあるバーのマネージャーが監修したカクテルだそうです。本日いただくのはトワイライトモヒート。アルコールは強くなく、オレンジとモヒートのミントの香りがして美味しいです。温かいお茶もいただけて、映画を見ながら到着までゆっくり過ごします。台湾が見えてきました。桃園国際空港に到着です。入国手続きに向かいます。植物やお肉など持ち込み禁止のものを持っていない場合は、途中に置かれていたこのカードを持って緑のレーンを進めばいいようです。入国審査に1時間くらい。預け入れ荷物も手に入れました。それでは台北市内へ向かう前に空港で3つのことをします。まず1つ目は台湾旅行応援キャンペーンへの参加です。到着の24時間前までにキャンペーンに申し込んで、メールに届いた QR コードを機械にかざして抽選します。当選すると宿泊のバウチャーや台湾で使える約2万円の電子マネーがもらえるお得なキャンペーンです。結果は残念外れ。無料のお得なキャンペーンなので、ぜひ参加してみてください。2つ目は台湾ドルの両替。現金から両替もできますが、私たちはデビットカードで ATM を使って引き出しました。4000元をゲット。最後3つ目は UU カードという日本のスイカのような交通系 IC カードの入手です。応募したキャンペーンで外れてしまったので、クルックのアプリですぐ UU カードを購入し、目の前の受付で受け取りました。200元チャージ済みです。それでは MRT という電車に乗って台北市内へレッツゴー。同じフロアにある出発ロビーを横切って駅のあるフロアに降ります。
乗り換えをする台北駅まで160元。ここの券売機でも買えますが、私たちはチャージされた悠々カードを使っていきます。特急の紫色の電車に乗ります。外はもう真っ暗です。MRT で1時間くらい、台北駅に到着です。駅構内を15分くらい歩いて、ホテルに向かう MRT に乗り換えます。阪南ラインで1駅、善導寺駅に到着しました。駅から出て奥に見えているホテルです。宿泊したホテルはまた別の動画でご紹介しますね。今日は移動だけでまだ元気なので、これから台北で一番有名なシーリン夜市に行きます。夜市まではホテルから30分くらい。MRT に乗って台北駅で乗り換えて北に向かいます。最寄り駅はレッドラインのケンタン駅。ケンタン駅に到着しました。構内にはコインロッカーやお手洗いもあるので、観光した後に夜市へ行くのにも便利です。シーリン夜市は改札を出て左みたいですね。人の流れに乗って2、3分歩いたら繁華街に着きました。とても賑わっています。シーリン夜市の屋台がたくさんある奥へ行きましょう。お洋服を売っていたり、ミニゲームの屋台もあってお祭りのようです。食べ物の屋台エリアにやってきました。この日は金曜の夜でかなり混雑しています。まずはミシュランビブグルマンを獲得した胡椒餅を食べます。他の店舗もあるみたいですが、絶対食べてみたいと思っていたので、台湾最初のお食事としていただきます。ひき肉とネギを入れたお団子を釜の中で焼いているようです。熱々の胡椒餅をゲットしました。胡椒のスパイシーさと塩加減が最高で美味しい。癖になる味です。この日は暑かったので、冷たい飲み物が欲しくなってきました。外で切られているスイカがなんとも美味しそう。誘惑に勝てず、スイカジュースを購入。胡椒餅のスパイシーさをリセットする爽やかな味わい。最高です。夜市のど真ん中にはなんとお寺があり、建物の外で休憩している人もいます。お寺の装飾がなんとも台湾らしく、異国感を味わえていいですね。さらに奥に進んでいきます。続いていただくのはエリンジ焼き。大行列です。たくさんのエリンギが袋に入っていて、これが焼かれていくようです。調味料は2種類選べ、わさび味と黒胡椒を選びました。見ているだけで美味しそう。手に入れました。いただきます。エリンギが熱々プリップリです。わさび味と黒胡椒味は似ていて、
あまり味の違いを楽しめませんでしたが、プリプリ食感で食べ応えのあるエリンギはおすすめしたい一品です。少し歩いて歴史あるレンガの建物を横切り、シーリン夜市の正面にやってきました。最後にお目当ての大きい唐揚げをいただきます。鶏胸肉を伸ばして丸ごと揚げたもの。唐辛子のありなしを選べ。私は唐辛子なしをいただきます。買えました。手のひらよりも大きいフライドチキン。衣が分厚くてサックサク。鶏胸肉なのにジューシーでボリューミー。小骨や軟骨もついていました。あっという間にお腹いっぱい。二人でシェアしましたが、これを最初に食べるときっと他の料理が食べられなくなります。最後に余裕があったら食べるくらいがおすすめです。夜市で出てきたゴミは道に置いてあるゴミ箱に捨てましょう。シーリン夜市は地下にフードコートがあるので有名ですが、この日は残念ながら工事のため閉鎖されていました。楽しい屋台と美味しい屋台飯をいただけたお祭りのような夜でした。それでは MRT に乗ってホテルに帰りましょう。この後の観光やホテルの様子はまた別の動画でお届けします。台湾を大いに楽しみ、帰国する日になりました。台北駅から MRT に乗り、飛行機のオンラインチェックインをしながら、桃園国際空港へ向かいます。台北駅は特急の始発駅なので座ることができました。帰りもスターラックス航空です。荷物の預け入れや出国審査も完了し、搭乗ゲートへ向かいます。現金がまだ手元に残っている場合は、空港でお土産を買ったり、自動販売機でお菓子や飲み物を買うのがおすすめ。自販機で偶然買ったグリーンマンゴーのドライフルーツが思いもよらずとても美味しかったです。お土産で買えばよかったと思うほどでした。次来た時は絶対買います。搭乗口に向かいましょう。帰りの飛行機も行きの機体と同じ A350。3時間の飛行で行きより1時間短いです。それでは出発。機内食は行きのメニューと違って嬉しいです。私はイカスミのスパゲッティをいただきます。麺にイカスミが練り込まれているタイプなので、口が黒くならなくて食べやすい。シーフードの具材とオリーブとトマトの香りが香ばしいです。ピギーさんが食べた豚カルビ丼も美味しかったそうです。デザートをいただきます。フルーツはドラゴンフルーツと青リンゴのような売りで、日本では少し珍しい台湾っぽい組み合わせ。日月炭紅茶のパンナコッタは、紅茶の香りが鼻の奥に広がるあっさりとした味わいです。注文したオリジナルカクテルも、行きとメニューが異なりました。サイファイコスモスです。ジンをベースにしたお酒で、アルコールは少ないですが、辛みがある大人っぽい味。雲のマドラーも可愛らしい。それでは、間もなく帰国です。スターラックス航空で快適な空の旅を過ごせました。次回の動画では、
宿泊したホテルや観光の様子をお届けします。チャンネル登録とグッドボタンの上お楽しみに。それでは皆さん、良い一日を。